60でございます。ボックスコンチネンタル V ね、ボックスというとですね、こういうこのロックというかポップで使われるようなこのね代表的なものなんですけど、ハモンドオルガンはね割と皆さん馴染み深いと思うんですけど、ボックスってなかなか実物もね見たことある人少なかったりすると思うんだけど、実はこういう機械なんですね。非常に色もカラフルでね、非常に良いです。こういうね、ハモンドの場合レスリースピーカーにつないだりして、マッチングもいいんだけど、ボックスの場合はやっぱりこのストレートな音で、バンドサウンドにビッタンコっていう感じの、ことだったかなっていう感じしますね。でね、今私キーラボの61使ってますけど、オルガンなんでね、こういうドローバー、これが非常に重要なんですけど、オルガンのドローバーがですね、これでもう完全に対応してます。これはもう完璧ですね。よくできてますね。このねボックスコンチネンタル V、 このオルガンなんでアッパーとロワーとペダルっていうのがあるんですよ、当然のごとくね。で今ここのところモードが、ちょっと拡大しようか。アッパー、ロワー、ベース、スプリットでマルチってありますけど、今アッパーがオンになってますね。なんでアッパーがオンになってるんでここになってるんですけど、ロワーにすると今度ロワー側のね、これアッパーにするとアッパー側ね、ロワーにするとロワー、ベースにするとベース、こんな感じになりますね。でね、いろんなこの、ね、タブレットみたいなのもありますけど、これビブラートのオンオフ、リバーブオンオフ、ベースが、8P とか、16P とかオクターブの切り替えみたいなね、感じになりますね。こういったものと、あとアッパーのところでここパーカッションのオンオフ、パーカッションの長くしたりとかね、パーカッション 8P と 4P と2か3分の2って。でね、ボックスっていうのはリード系のオルガンですけども、このね、ここ見てわかると思うんだけど、このフルート系とフルート系ね、ここね、フルート系、それとリードを、これでフルートとリードをミックスできますね。というふうになります。でね、ボックスっていうくらいですから、これ実はエクステンデッドモードっていうのがあります。これ今オフですけど、オンにするとどうなるかというと、オンにします。ドン、こうなるんだよ。フィート数も増えて、パーカッションも増えて、この辺も増えてきましたね、どんどんね。当然フィート数が増えてくるんで、ここのところもうフルで全部使えるようになる。こんな感じになりますね。でね、ここダイレクトっていうところ見ると分かるんだけど、ここで今ダイレクトのアウトなんだけど、当然レスリースピーカーオンにするとレスリースピーカーもつなぐことができるし、ギターアンプでつなぐ場合もあるね。こういうリード系なんでギターアンプとの相性がもうバッチシです。ちょっとドライブちょっと歪ましたりとかね、こういうこともできるね。
当然ギターアンプに対するマイクとかね、マイクの特性までよくできてるわけだよこれね。でね、さらに面白いのがこのね、オープンにします。ここオープン、こうなります。これもよくできてんだけど、まずこの各ドレミファソラシド半音ずつだったんですけど、これのねピッチ、例えばどの音を微妙にこのピッチがね変えることもできる。まあ変えるというか調整だよね。あとはこの、ジャミングとボックスのねエンジンの切り替え、今ボックスエンジンですけど、ね、変わりますね。でさらにね、このノイズ、このノイズがたまらないよこれ。このハブノイズっていうか、このノイズが来るだけで素晴らしい。あとキーコンタクトエイジ、この年代感が出るような。あとはね、ここ上はビブラートですね。ビブラートの深さとか速さ、あとリバーブのタイプ、あとトレモロの深さ、まあよくできてますね。これは素晴らしいです。さらにね、ここにね実はエフェクターがまたさらにあるんです。例えばワウ、今ここにアサインしてますけど、これね簡単でね、このミディのアサインはこれでこうやってこうね、自分の好きなものにこうアサインできてある。これよくできてますね。ミディランモードね、ミディアサインモード。でワウでしょ。これね、コーラスだとかオーバードライブだとか、フェイザーだとかね、いろいろあります。すなわち多彩な音作りができるということですよ。たまらんねこのノイズね。でさらにね面白かったのが、この今レッドモードだけどブラックモード、グレーモードか、スキンも変えられます。こうやってよくできてますね。これねよくできてます。とてもよくできてます。ブラックでしょ。でこれプリファレンスによって分かると思うんだけど、ミディチャンネルアッパーとローアーとベース、ミディチャンネルも設定できますから、こうやってね。でスプリットのポイントだったのが全部変えられるんで、当然キーボード何台か用意してこうミディチャンネルを変えて、まさに二段鍵盤、素晴らしい。でこれを使っていろんなプリセットがもう5万とできてます。例えばね、ちょっと面白いところでは、こうねいろいろできてますね。この積極的にいろんな音作りで、使ってみると非常に面白くなっていくんじゃないと思いますね。これ最高だね。まあエフェクターが多彩だからね、いろんなことができますね。プリセットも山ほど入ってるんで、もうね、楽しんでもらいたいと思いますね。ディストーションをうまく使うと、ね、楽しいよね、このディストーションの感じがね。
ボックスコンチネンタル V でした。